深い緑が広がる大地、空を突き刺す岩、重厚で冷たい静寂、地球の原風景が詰め込まれたこの場所で、自分が自然の一部であることを強く感じました。皆様こんにちは。トーレス・デルパイネへの旅は陸路での国境越えから始まります。ここはアルゼンチンのエル・カラファテのバスターミナル。まずはオンラインで予約していたチケットを窓口で受け取ります。しかしバスを運行する会社名がよく分からず歩き回ることに。ターミナルの人がバウチャーに書かれていた社名を見つけてくれたおかげで窓口に着きました。無事にチケットを受け取りバスに乗り込みます。座席はクッションがよく効いていて USB で充電もできました。そしてチリの町プエルトナタレスに向けて出発です。今回の予定ではまず公園内の東側をトレッキングし、キャンプチレーノに一泊して一旦町に戻ります。その後西側のパイネグランデに向かい、そこで一泊トレッキングをして戻るという流れです。バスはまずアルゼンチンのリオ・トゥルビオの国境検問所に到着。出国の手続きを行います。その後バスでおよそ15分、チリの国境検問所に着きます。ここでは荷物のセキュリティチェックもありました。オンラインでの検疫に対する申請も必要です。通る検問所の場所を入力するのですが、これはバスの運行会社に聞くのがいいと思います。チケットを受け取った窓口にも書いてありました。無事に入国完了。猫も出迎えてくれます。出発してから5時間半。プエルトナタレスのバスターミナルに到着しました。中には小さな売店やツーリストインフォメーション、バス会社の窓口がありました。ホステルまでは歩いて向かいます。およそ15分で到着しました。トイレ、シャワーはともにきれいで、シャワーの水量はよく、固定式だけでなくハンドタイプもついていました。長時間移動の疲れを癒すために昼食に。パタゴニアのクラフトビールはコクのある味わい。さらにおすすめされたフルーティーなビールも飲んで気分をリフレッシュ。料理もパタゴニアらしくグアナコのパストラミを頼みました。肉の味がしっかりしていて馬刺しに近い感じがします。こちらもパタゴニアの名産ラムの煮込みです。ラムの味わいとホロホロの食感がとても美味しく、ボリュームもあるのでぜひ一度は食べてほしいと思える料理でした。プエルトナタレスはパタゴニア南部へのツアーの拠点。町は運河に隣接していてパタゴニアらしい風景に囲まれています。プエルトナタレスの文字とともに町の入り口に立っているのは、かつて生息していた生物ミロドンです。体長は3から4メートル、体重は1から2トンほどだったと推定されています。心が和む表情をしていて、ミロドンのお土産もよく見かけました。町は観光拠点ということもあってか、レストランやカフェも充実していて、のんびりと過ごせる雰囲気でした。スーパーに立ち寄り、トレッキングでの食料を購入します。
ハムやソーセージは品揃えが多く、野菜も一つから買えて便利です。この機械で重さを測り、出てきた値札を貼り付け、レジで支払いをしました。ホステルの共用キッチンを使って買ってきたものを調理し、準備完了です。いよいよトーレス・デル・パイネ国立公園に向かう日。出発は町のバスターミナルからです。ちなみに大きな荷物はホステルに置いていくことができました。バスは5分刻みで運行されていて、7時発の便を予約していました。今回は公園の東側にあるラストーレス展望台に向かい、地霊の小屋で一泊し、翌日帰ります。出発からおよそ2時間。ラグーナ・アマルガで一旦バスを降り、入場チケットの QR コードを提示しました。さらにここからシャトルバスに乗って移動します。チケットはその場で購入しました。今回の目的地、ラストーレス展望台も見えています。ウェルカムセンターに到着。建物の中を抜けると、ついにトレッキングスタートです。目の前に広がる絶景と澄み切った空気を感じながら歩いていきます。およそ2400平方キロメートルにわたり、荒涼としたパタゴニア独特の風景が広がるトーレス・デル・パイネ国立公園。草原からツンドラ地帯、山岳といったさまざまな気象条件下に豊富な高山植物が茂り、世界中から観光客がトレッキングに訪れます。砂利道を進み、斜面を登っていきます。少し立ち止まり、振り返るとここにも美しい景色が広がっていました。そして斜面を登り終えると、奥に長く続く風景が、強風が吹く場所でウィンディーパスという看板もありました。また山の上から水が流れていて、これまでと雰囲気が変わります。歩き始めてからおよそ2時間。吊り橋を渡り、川を越え、地霊の小屋に到着です。中には多くの人たちが。ここで昼食をとり、給水もしました。こちらが宿泊するテントです。荷物を置きたかったのですが、受付はまだ開いていませんでした。なのでそのままラストーレス展望台に向かいます。木漏れ日が差し込む森の中。そこを抜けると、目の前には筆で描かれたような雪をまとった山が現れ、風景が劇的に変わっていきます。ここを登ると展望台に到着です。ちなみにこのトレイルは午後3時以降に入っていくことはできないようです。道は一気に変わり、岩の上を歩いていきます。あ、違うわ。これそっちだ。赤い目印を頼りに登っていくと、雪が少し舞い始めました。変わりやすいと言われる天気を体感しながら上を目指します。チレーノから2時間。
ラストーレス展望台に到着です。花崗岩の岩とそれに囲まれた青い泉のコントラストが印象的です。正直視界は良くなく残念な部分もありましたが、その分秘境に来たような不思議な気持ちになっていました。トーレス・デルパイネの名前の由来である3つの花崗岩の峰も霞んでしまっていました。それでもその場で待っていると峰の輪郭を少し見ることができました。左からトーレ・ダゴスティーニ、トーレ・セントラル、トーレ・モンジーノです。うまくいかないのも旅の醍醐味。もう一度来るきっかけになったと前向きに捉え、小屋に戻りました。この日は朝からほぼ歩きっぱなし。だからこそビールが美味しく飲めます。しっかりとした味わいと心地いい刺激を堪能できました。キャンプサイトへのチェックイン完了。宿泊者には専用のトイレとシャワーがあります。ただしシャワーは5分の使用に限られていました。こちらが寝るためのテントです。正直費用は高いですが体験として予約しました。またレンタルの寝袋だけだと寒いので防寒対策は必要でした。夕食は町で買ってきたインスタント麺で体を温め、調理してきたソーセージと卵でしっかりとタンパク質をとってから休みました。翌朝、園内には霧が立ち込めていました。歩いていると前の方に何やら動く影が見えます。小屋に物資を運ぶ馬たちです。彼らのおかげで昨日美味しいビールが飲めたのだと思うととても感謝です。帰るまで時間があったので西の方向へ少し散歩することに。丸みを帯びた不思議な形の植物の間を通り、小さな川を渡って進んでいくと、美しい湖がありました。湖と山が一体となって見える、まさにトーレス・デルパイネらしい風景を見ながらしばらく考えに浸っていました。ウェルカムセンターに戻り14時発のシャトルバスを待ちます。その間ビールを飲みゆったり。行きと同じくシャトルバスのチケットはその場で購入。バスを乗り継ぎプエルトナタレスに向かいました。町に戻ってからは予約の関係で別のホステルに移動しました。こちらはトイレ・バスが共用。キッチンも使うことができました。次の出発まで町ではのんびりと過ごしました。パタゴニアのラムがすっかり気に入ったのでグリルを食べに。赤ワインとの相性はもちろん抜群。サイドメニューもしっかり食べてエネルギーを蓄えました。パイネグランデに向かう朝は猫の鳴き声で目を覚ましました。このホステルで飼っている猫のようでわざわざ起こしてくれたのかもしれません。前と同じターミナルでバスに乗ります。ラグーナ・アマルガを経由し、
フェリー乗り場になっているプデトに到着しました。小さなカフェがあったのでコーヒーを飲み眠気を覚まします。そしてフェリーに乗船。チケットはオンラインで事前に購入していました。船の上からはすでに絶景を見ることができました。こちらは3層の花崗岩からなるクエルノスデルパイネ、パイネの角という意味です。またこの国立公園内の最高峰とされるセロパイネグランデも見えてきました。水上ならではの景色は一見の価値があると思います。そしてこの日宿泊するパイネグランデのホテルに到着。素晴らしいロケーションです。一旦荷物を預け散歩することに。パイネグランデの北側にある湖グレイ湖に向かいました。その道中にもパタゴニアらしい風景と美しい植物を見ることができます。歩き始めておよそ2時間。グレイ湖に着きました。奥には氷河があり、トレッキングツアーや近くにはホテルもあるそうです。今回はこの場所で景色を楽しみ引き返しました。帰り道、グアナコの姿が。人慣れしているようでこんなに近くで見れるとは驚きでした。ホテルに戻った後もしばらくいたようです。宿泊する部屋は2段ベッドが3つの6人1室です。寝袋と毛布のセットは2人分をおよそ7500円で貸し出していました。また宿泊者専用のトイレとシャワーがあります。こちらは食堂。食事付きプランの場合はここで料理が提供されるようです。また持ち込んだものをここで食べて大丈夫でした。隣には売店がありました。インスタント食品や缶詰、スナックなどを売っています。ミロドン印のビールがあったのでつい買ってしまいました。持ってきたカップラーメンといただきます。さらにバーもあります。ただ混雑していたので赤ワインを頼み別の場所に移動。街で購入したりんご飴と一緒に楽しみました。ここにはキャンプサイトも併設されています。近くには小屋もあり、そこで調理や食事ができるようでした。夕方、空や山は絵の具で塗られたかのように鮮やかな濃いオレンジ色をしていました。翌日、フランシス展望台とその先のブリタニコ展望台に向けて出発。
周囲は朝日で照らされ、柔らかい雰囲気でした。流れる川のせせらぎもすがすがしいです。歩き始めて2時間でキャンプイタリアーノに到着。ただここは休憩できるスペースはほとんどなく、この時はトイレも使えない状態でした。なのでそのまま歩き続けます。林の中を進み、水が流れる道を進み、険しい岩場を進みます。およそ1時間後、フランシス展望台に着きました。このパノラマの風景の中にこれまで来た道が見えて、美しさと達成感を感じます。そしてセロパイネグランデを覆う分厚く重厚感のある氷河には圧倒されました。また時折氷河が崩れていく様子も見られます。お昼ご飯を食べた後、ブリタニコ展望台を目指し再び歩き始めました。ただここからはなかなかたどり着く感覚がなく、気持ちが切れそうになる人も多いと思います。それでもこの開けた場所に来ればもうすぐです。ラストスパートでおよそ20分。ホテルを出てからおよそ5時間でようやくたどり着きました。目の前には連なるパイネ山脈が。この公園の一番奥、中心部に到達したかのようでした。山々が得てきた何千万年という時間と、人間の生きる時間が重なり合って今この瞬間があるのだという気持ちになり、とても貴重な体験ができたと思います。その後は来た道を戻り、パイネグランデキャンプに。遠ざかる景色を見ながら余韻に浸っていました。トーレス・デル・パイネの旅はここまで。圧倒される山々や輝くような湖など、ここにしかない美しさが確かにありました。また朝焼けに染まる様子や川のせせらぎを感じながら自分の足で歩いたことは、本当にかけがえのない経験になりました。ご参考になればと思います。